回目のエピソード解説は、2023年から広島東洋カープの監督に就任した、新井貴浩選手のエピソードを解説していくよ。それじゃあ早速始めていくよ。まず最初は新井選手のプロ入りのエピソードから、1998年のドラフト会議前に、好きな球団であった広島にどうしても入団したかった新井は、大学の先輩で当時カープの主力であった野村健次郎の自宅を訪れ、自らのバットスイングをアピール。そしてこの縁があったのか、ドラフトでは野村からの強い推薦があり、広島に6位で指名されたそうだよ。その他には、新井が在籍していた駒沢大学の当時の監督が、新井がどうしてもプロに入りたいというので、同大学 OB でカープ OB でもある大下剛に相談して、当時の広島スカウトに話をまとめてもらったと話しているよ。ただ、大学通算2本塁打で守備にも課題があった新井のカープからの指名は、周囲から驚かれ、大学の1年先輩である巨人、メジャーではメッツ、NPB に復帰して横浜に在籍していた高橋久典は大学時代の新井を、打てないし、守れないが、足はそこそこ速く、素直で礼儀正しいので先輩の受けはとても良かったと話しているよ。そして入団後、新井は大学の先輩でもある大下ヘッドコーチから、朝から晩まで徹底的にしごかれ、丈夫な体を持っていた新井はこれを耐え抜き、その後広島の4番として2005年に本塁打王を獲得。新井は後に大下のことを、僕を甘やかすことは決してせず、怪我でもしたらそれまでの選手という気持ちで指導していた、と称しているよ。そうしてカープの主力として活躍していた新井選手。その後2007年に国内 FA 権を取得していて、その前年までは FA 権を取得しても、広島に残留する旨の発言を繰り返していたんだけど、自分を厳しい環境に置き、そこでどう変わっていくか挑戦する気持ちが出てきたとの理由で、オフに FA 権の行使を宣言したよ。その中で新井は、残留に傾いた日もあれば、宣言しようとした日もある。その繰り返しで焦っていたという状況の中で、1ヶ月間悩み抜いた末、残留したらいつか後悔するかもしれない、との考えに至ったそうだよ。そしてその後の記者会見では、カープが好きだから、辛かったです。喜んで出ていくわけではない。FA なんてなかったらよかったのに、と涙ながらに発言。その後阪神に移籍した新井の次女によると、移籍の最大の理由は、もう一度金本と一緒に野球がしたいという、金本の移籍以来抱えていた強い思いであったが、それを口にすれば金本本人に迷惑が及ぶとして、会見では自重したそうだよ。また、FA なんてという発言は、FA がなければ金本が出ていくことはなかったし、金本がいれば、自分も移籍を考えることはなかった、という思いから、自然と口に出てしまったものだそうだよ。FA 宣言から7年後の2014年オフに、阪神からの退団が報じられた後、古巣の広島が獲得に動き出し、そして2014年11月14日には、広島との契約合意が球団から発表されたよ。ことの経緯としては、2014年のシーズンが終わった頃、新井は阪神を退団し、最後の勝負をしようと決断。当時はもっと野球がしたい、もっと試合に出たいという気持ちが強く、どこも獲得してくれる球団がなかったら、その時は潔く引退しようと。ただ移籍先については、カープだけはないと思っていたそうだよ。しかしある時阪神の球団社長と話をした中で、カープが新井の獲得を検討しているという話を聞いたそうだよ。球団社長と別れると、すぐにカープの球団本部長に電話を入れ、カープが僕のことを気にかけてくれていると聞いたのですが、本当ですか？その問いに球団本部長は、そういうことじゃ、帰ってこい、と短くそう答えたそうだよ。新井は相当驚いたと同時に、すごく嬉しい気持ちが最初に来た。一度出て行った選手に対して、そんなことを言ってもらえるとは思っていなかったので、本当に嬉しかったそうだよ。ただ、言ってもらえた瞬間新井は、帰りたいと思ったけど、お前は帰ってはダメだろう、ということがすぐに頭に浮かんだそうだよ。一度出て行った人間が、どの面を下げて帰ってくるんだ、と。そんな時、当時はカープ復帰を決めていなかった黒田博樹と、移籍について何度か話をしていたそうで、お前、どうするつもりなんだ？電話でのやりとりで、黒田にこう聞かれ新井は、帰りたいけど、帰れないですと答え、それに対して黒田はきっぱりと、関係ないやろ。さらに、帰ればいいんだよ。関係ない。大丈夫だと。新井は背中を押された気がし、徐々にカープに戻る決断に向かっていったそうだよ。そして、たとえファンの人たちの罵声を浴びても、周囲の人に批判されてもいい。ブーイングの中でグラウンドに立って、野球をやることになっても仕方がない。カープに帰ろう、と決断したよ。その後11月14日に入団記者会見が開かれ、背番号は28に決まったよ。ちなみに、阪神から提示されていた年俸は7000万円で、広島との契約は2000万円だったが、新井はこの条件を受け入れたそうだよ。そしてカープに復帰した新井選手は、3連覇に大きく貢献し、個人記録では2000本安打も達成。自身は批判を覚悟でカープに戻ってきた。だがファンはそれを受け入れ、ファンの期待に応えるかのように力強い打撃を披露。新井選手が戻ってきてくれなければ、リーグ優勝も3連覇もなかったかもしれない。もしかしたら、監督になることもなかったかもしれないね。
そして最後は、新井選手といえばいじられキャラ。これが選手やファンから愛される要因にもなっているんだけど、特に多いのが兄と慕っている金本選手との絡み。広島時代には試合で金本が本塁打を打った際、他の選手とはハイタッチをするが、新井だけには張り手を食らわせたり、選手会ゴルフの始球式で、打球方向に立たされたりするなどされていたそうだよ。阪神に移籍した後も、金本の趣味が荒いいじりであるゆえに、宿泊していたホテルの部屋で、金本によるピンポンダッシュの被害にも遭っていたよ。また金本も毎回鳴らし方を変えてくるという手の込みようであったため、新井も無視が不可能だったそうだよ。また移籍後はファンの間でもいじられキャラとして定着し、名前と移籍時の発言をもじった、フライさんというあだ名が浸透。さらに2003年、2009年、2011年に、セリーグ最多併殺打を記録したことから、新井の打つ併殺打は、つらいさんとゲッツーをもじった、つらげと呼ばれていたよ。さらに金本からは、おい新井、この T シャツええやろと、見せた T シャツには三冠王と書かれており、他には失策王、併殺王と大きく書かれ、また小さく打点王と書かれた、オリジナル T シャツを作成していたよ。そして新井が広島に復帰した後、引退した後もこの関係は続き、とても仲がいい兄弟のようにも感じられるよ。また新井選手が愛されていることとしては、新井選手自身天然なのも要因になっているよ。2017年のオールスターゲーム、ZOZO マリンスタジアムで行われた第2戦、前世の尾形監督と新井選手の2人が、メンバー紹介でホームのユニフォームで登場した際、前世はビジターのため、ビジター用ユニフォームを着用するはずが、2人はなぜか白のホーム用ユニフォームを着用。その後、菊池選手、田中選手、丸選手の広島勢が笑いながら登場。当初は後輩が仕掛けたいたずらかと思われたが、これは新井選手の天然だったそうだよ。新井選手曰く、出てから気づいた。なんかおかしいなと思ったけど、菊とかは気づいていただろうけど、教えてくれなかった。ここまで公の場で間違えたのは初めて。やっちまったって感じだけど、喜んでもらえたならよしとします、と笑っていたそうだよ。ってなわけで、今回はここまでになるよ。小さい時からカープファンで、どうしてもそこに入団したかった新井選手。涙を流しながらそこを出ていく決断をするほど、金本選手をしたい優勝に飢えていた。そしてまだ勝負できると信じ、阪神退団を決断。そんな中、一度は裏切る形で出ていったカープが手を差し伸べてきた。そのカープへの復帰を決めたのも相当な覚悟が必要だったかもしれない。ただ、そんな彼を待っていたのはファンからの拍手。その拍手があったからなのか、そこからの彼の活躍は凄まじかった。もしあの時、カープが獲得に名乗りを上げなかったら、そこで終わっていたのかもしれないし、こうやってカープの監督に就任することもなかったかもしれない。それもこれも、選手やファンから愛される人柄が滲み出ていた結果だと思うよ。それじゃあ、次回のエピソード解説は、世界の盗塁王こと、福本豊選手だよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。